その様子では自発的に話す気はないらしいな。いや、あなたには知っておいてもらいたい。アメリカの年間軍事予算にも匹敵する資金の行方、それこそがあの指輪に隠された秘密だ。2400億ドルだと？この私が祖国ロシアを愛していないというのか。30分経ちました。自白剤の最大の効果が期待できるのはおよそ10分間だけです。それだけあれば十分だ。では君の名前は？君はロマノフスキーの指輪についていろいろと知っているな。よろしい。では指輪に秘められたメッセージをどうして知った？ロマノフスキー公爵が積み出した荷が。積み荷が？金塊だと分かった時、そしてその金塊はスイス銀行に預けられた。推理し確信した。金はスイスの銀行。暗証番号は？公爵はその数字を指輪に刻み込んだ。暗証番号は16桁。ところが2つの指輪に刻まれていた数字は合わせて13桁。3桁足りない。
あなた方だけでは指輪の謎は永久に解けない。あなたになって確信した。ロシアを愛する者なら誰でも解ける謎だからです。あなた方はロシアを愛してはいない。なぜだ、なぜ足りない。図柄が足りない数字を埋める鍵に。その図柄のメッセージとは何かね、教えてくれるね。どうした。そうだ、早く話したまえ。わからないわからない。隠す必要はない。君は答えを知っているはずだ。いえ、ない。何やれ。これ以上のアルカロイドの投与は効果がありません。命に構わん、撃て。どうだね、気分は。さて、ユーゴ君、どうだね。メッセージについて話す気にはなったかね。どうやら話してくれる気になったようだね。所詮は人間だ。いくら君でも薬の力には勝てないのだよ。まあここまで耐えたことは褒めてやってもいいがな。さあ続けたまえ。君の知っていることを全て吐き出すんだ。指輪のメッセージについて考え続けた。そして君は答えに行き着いた。そうだな。行き着いてはまずい。考えたことは記憶に残る。記憶は取り出せる。捕まった時に自白させられる恐れがある。まさか。だから行き着く前に考えるのやめた。なんて男だ。そんなことできるわけがないだろう。いえ、何を隠している。もう一本撃て。これ以上の自白剤の使用は危険です。撃て。お待ちください。少々閣下。記憶のない者に自白を促すのは無意味かと存じますが、それよりも答えを出させてみては。
この男に思考を継続させろというのか。はい。彼は途中まで答えを導き出しております。だがこの男が我々の要求に素直に従うと思うか？はい。私には彼の言うことが分かるような気がします。任せてはいただけませんか？失敗した時は分かっているな。ありがとうございます、先生。何の異常も見受けられない。生きているのが不思議だよ。特別注文で作った体だな、あれは。ユーゴ、目が覚めたみたいね。何か欲しいものはない？喉が渇いた。分かったわ。あなた丸2日間も寝ていたのよ。本題に入ってもらおうか。あの状況で殺しもせず、随分行き届いた解放ぶりだ。僕に答えを出させたいと君たちは考えている。オリガ大尉。あなたには分かっていない。ロマノフスキーの財宝が今のロシアにとってどれほど重要なのか。あなたもロシアに入ってからマーケットぐらいは見たでしょ。確かに一時期に比べると物は豊かになってきている。でもそれは闇で輸入されたものばかり。ロシア製品なんてどこにも見当たらない。正規輸入された商品がいくらあっても値段が高くて買えない人がほとんど。それが今のロシアなの。この冬だってどれだけの人たちが飢えてると思う？この寒さの中で配給が受けられれば一時でも飢えはしのげるのに、それすら受けられない人たちだって。だから僕に指輪のメッセージを解けと。お願い。ロシアの現状を救うためにはロマノフスキーの財宝が必要なの。金があれば救われるとは思えない。このひどいインフレは誰のせいだ？どうしていつまでも物価が上がり続ける？ルーブルの価値はたった1年で数百分の1にまで下落した。なぜだ？今はそんなこと私には。
党の元幹部たちは国有財産を手に入れる際、20年に及ぶ長期分割の支払い方法を選んだ。相手がいくら幹部といってもそう簡単に支払える額じゃ。ルーブルの価値が変わっても支払う元金の額は変わらない。つまりルーブルが下落すればするほど彼らは安い買い物をすることになる。紙切れで買い物をするようなもの、パン一切れも買えないようなルーブルの山で国有財産の支払いを続けてるのさ。土地も工場も銀行も彼らはそうやって手に入れた。彼らがその資本を使って金儲けを始めたら、このインフレは収まる。それまで待てというの？僕が言いたいのは、そんな連中にロマノフスキーの資産を委ねるわけにはいかないということだ。腐敗と混乱の責任は彼らにある。彼らの体制の中でロマノフスキーの資産が役に立つはずがない。確かにあなたの言う通りかもしれない。でも明日食べるパンの心配をしている人間にそんなこと考えてる余裕はないわ。これは理屈じゃないの。ユーゴ、ロマノフスキーの財宝があれば一人でも多くの人を助けられるの。ガラーホは少々と二人だけで話をさせてくれ。ガラーホは少々と二人だけで話をさせてくれ。さすがありがたいだな。大尉は交渉人を連れてもう間もなくこちらに到着します。月次第別室に回せ。はっ。父よ、あなたは偉大だった。あなたのおかげで私はここにいる。ロマノフスキー家の資産を我が手に。これでロシアに鉄の規律が。軍を効率的に再編成し、社会に秩序をよみがえらせる。社会に秩序がよみがえれば職場も安定し、労働者にも誇りが戻る。大ロシアがかつてのあの輝きを取り戻すのだ。そしてロシアは再び偉大な祖国となる。オリガ隊が到着しました。分かった。すぐ行く。冷静に話し合える機会が持てて嬉しいよ。そのようですね、閣下。早速だが聞かせてもらおう。その前に、なぜロマノフスキー家の資産について情報を入手できたのか、お教え願いませんか、少々閣下。私が中佐でハバロフスク地区司令だった時のことだ。コミサール・ムーヒンを知っているな。はい、革命時代のシベリア地区で活躍した最高指揮官。その通りだ。そのムーヒンの手記を丹念に読み返していた時期があった。記録によると1919年、小さな戦闘の中からムーヒンは自分の手で一人の少年を救い出している。そして彼はその少年を自分の子のように育てた。その少年の名はウラジーミル。
そう、ロマノフスキー公爵の次男だ。だがそのムーヒンという人物は血も涙もない冷酷な人だった。どうしてそうだとわかる？少年を育てたのには意味がある。だからこそあなたはムーヒンに興味を持った。冷酷な人間が拾った子供を大切に育てるわけがない。その通りだ。何か理由があると感じた私は資料を収集し徹底的に調べた。身に覚えがあるだろう。私が白紙にすり替えておいた資料がそれだ。ロマノフスキーの財宝2400億ドル、これを回収しロシア復興の資金とする。それが私の役目だと信じている。さて次は君が話す番だ。教えてもらおう、3桁の数字を。その前に条件があります。ナジェージュダ・イワノーバナ・パブレツカヤ。どうあっても国外に移住させたいようだな。セルゲイ・アレクサンドロビッチ・ロマノフスキーの遺言の執行、それが僕のビジネスですから。よかろありがとうございます。取引は成立だ。では教えてくれ、この指輪に込められたメッセージを。どうした？ 3 桁の数字だ。知りません。な知らないものは答えようがない。懐かしい匂いがする。幼き頃を思い出す。ゲチュゲチュ心掴んでいつまでも離さない。ベイビーベイビーいつになったら抜け出せるの I don't know。ついにガラホアとの交渉は成立し、ユーゴはナージェンカと会うことができた。山あいの小さな教会で一心に祈る少女ナージェンカ。その純粋な魂が果たして指輪に隠された秘密を解くことができるのか、ユーゴは確信している。次回ユーゴ交渉人セカンドネゴシエーション最終話、ナージェンカのために。